今回の話はジョン・レノン、世界を変えた人物だ。だがその内側は常に揺れていた。その分岐点に注目していく。世界を変えた男は最初から特別だったわけではない。むしろ不安定で扱いにくい存在だった。周囲と噛み合わないまま時間だけが過ぎていく。心の奥には理由のわからない苛立ちが残る。何かが足りないが、それが何かはわからない。その感覚だけが静かに続いていく。1940年、リバプールで生まれる。戦争の影が残る街の中で日常が始まる。空気はどこか重く、軽さは長く続かない。家庭もまた安定していたとは言えない。両親は早くに離れ、母とも距離ができる。ここで最初の欠落が生まれる。叔母の下で暮らしながら日々を過ごしていく。規律はあるが、心が満たされることは少ない。言葉にできない隙間が静かに残る。学校では問題児として扱われることもある。素直にはなれず、反発が先に出る。周囲と距離を取りながら内側へ沈んでいく。だがその内側で別の動きが始まっていた。何かを外に出したいという衝動。それが少しずつ形を持ち始める。ロックンロールとの出会いが訪れる。ただの音楽ではなかった。体の奥に直接届くような感覚。聞くだけでは終われないと思う。自分もその側に立ちたいと感じる。ギターを手に取る。うまく弾けるわけではない。だがそれでも構わない。音を出すこと、それ自体に意味がある。技術よりも衝動が先にある。それが彼のスタイルになっていく。友人とバンドを組む。クオリーメンと呼ばれるグループ。まだ形は整っていない。だが確実に何かが動き出している。ここで一つの出会いが訪れる。ポール・マッカートニー。最初の大きな転機。音楽の精度が一気に変わる。互いに影響しながら方向が定まっていく。やがてジョージも加わる。バンドとしての輪郭が見えてくる。遊びでは終わらない流れになる。さらに深く進んでいく。ハンブルクへ渡る。ここから環境が一変する。一晩で何時間も演奏が続く。観客は良い。反応も荒い。無視されることもある。それでも止まることはない。同じ曲を何度も繰り返す。体力が削られていく。精神も消耗していく。だがその中で変化が起きる。音が変わる。厚みが増し、間の取り方が変わる。観客をどう掴むかを覚えていく。ただ弾くだけでは足りない。見せる意識が芽生える。未完成のまま前に出る強さ。それが武器になる。帰国した時、別の存在になっていた。空気が変わる。バンドとしての密度が違う。ビートルズとして動き出す。レコード契約。デビュー。ヒット。一気に広がる。若者たちの支持が集まる。それは単なる人気ではない。社会現象と呼ばれるものになる。熱狂が街を覆う。だがその中心で違和感が残る。音が届かない。叫びの中で全てがかき消されていく。自分の演奏がどこにあるのかわからない。気づけば声さえ聞こえていない。それでもステージは続く。目の前には観客がいる。だが見えているのは熱狂だけ。音楽ではなく現象になっている。同じことを繰り返している感覚。進んでいるのか止まっているのかわからない。その違和感は次第に大きくなる。無視できないほどに心の中に残り続ける。このままでいいのか。音楽はどこにあるのか。何のために続けているのか。答えはすぐには出ない。だが疑問だけは消えない。ステージに立ちながら考え続ける。音が聞こえない場所で音楽を続ける意味。その矛盾が限界に近づいていく。そして決断へと変わる。ライブをやめる。それは逃げではない。音楽を取り戻すための選択。外の声を遮るために。自分の内側へ戻るために。そうしてステージから離れる。ここで流れが大きく変わる。
表現の場所はスタジオへ移る。外のノイズが消える。ようやく音が聞こえる。自分たちの音がはっきりと残る。初めて音楽に触れている感覚。ここで何かがほどける。音楽が変わる。形に縛られなくなる。実験的な音が増えていく。常識の外へ出ていく。だがそれは単なる挑戦ではない。自分の内側を探る行為でもある。言葉が変わる。少しずつ鋭さが増していく。社会を見る視線が深くなる。個人の内側もそのまま出てくる。ただの歌では終わらない。メッセージとして残る。だが同時にズレも広がっていく。メンバー間の距離、同じ方向を見ていない感覚、成功がそれぞれを分けていく。まとまりは静かに崩れていく。その流れの中で新たな出会いがある。小野陽子。もう一つの転機。視点が変わる。音楽の外側へと広がる。表現そのものを見直していく。ここで彼は別の方向へ進む。平和活動へと向かう。言葉だけではなく行動で示す。ベッドインという選択。静かだが強い意思表示。世間の反応は分かれる。理解されないことも多い。批判も増えていく。だがそれでも止まらない。むしろ揺るがなくなる。孤立さえ受け入れる。やがてビートルズは終わりへ向かう。解散という形。一つの時代が静かに終わる。だがそれは区切りでしかない。個人としての表現が残る。ソロへと進む。より直接的な言葉。飾らない感情。そのまま外へ出す。きれいにまとめない。だからこそ残る。名曲が生まれる。シンプルだが深い。聴く側に委ねる余白。強く押し付けない。だが確実に届く。影響は静かに広がる。音楽を超えていく。思想として残る。だが全てが順調ではない。社会的な圧力、政治との距離、発言が問題視される。自由でいられない感覚。それでも続ける。だがある時立ち止まる。表舞台から距離を置く。家庭を選ぶ。子供との時間。静かな日常。一度全てを話す。ここまでの流れは単純ではない。孤独と衝動が重なり変化していく。転機のたびに彼は形を変えてきた。その連続がジョン・レノンを作った。続きをどうぞ。再び音楽へ戻る。ビートルズはすでに終わっている。解散という形で区切りはついた。だが流れはそこで止まらない。残ったものがそのまま続いていく。個人としての表現が始まる。ジョンはより直接的になる。言葉をそのまま出す。飾らない。隠さない。その姿勢が前に出る。音楽が変わる。ビートルズ時代に積み上げたもの、それを崩すのではなく別の形で使っていく。スタジオでの思考、構築としての音楽、それがそのまま残る。そして生まれる一つの象徴。イマジン。非常にシンプルな構造。ピアノと声だけ。余計なものはほとんどない。だが内容は広い。国も宗教もない世界。理想をそのまま置く。押し付けない。ただ提示する。それが広がる。ここで音楽の役割が変わる。主張ではなく提案。聞く側に委ねる形。正解を出さない。受け取り方を任せる。その姿勢が一貫していく。だが外の世界は変わらない。社会との距離は近い。発言は注目される。意図しない形で広がる。誤解も生まれる。政治との距離も揺れる。それでも言葉は止めない。小野陽子の存在も大きい。表現の幅が広がる。音楽の外側へ出ていく。芸術の考え方が変わる。完成されたものだけが作品ではない。過程も含めて意味を持つ。それが行動になる。ベッドイン。何もしないという選択。静かに伝える方法。強さではなく持続。その形が残る。だが全てが順調ではない。
批判は増える。誤解も続く。自由ではいられない感覚。常に見られている状態。それでも止まらない。発信を続ける。だがある時止まる。表舞台から距離を置く。音楽から離れる。家庭を選ぶ。子供との時間。静かな日常。一度すべてを切る。ここが大きな転機。外へ向かっていた意識が内へ戻る。怒りだけでは続かない。別の感情が必要になる。数年の空白。その時間が変化を作る。見えないが重要な期間。そして1980年、再び音楽へ戻る。だが同じではない。変わった状態で戻る。積み重ねた時間の後、そこに現れるのがスターティングオーバー。再出発という意味。確認するような音。かつての勢いではない。穏やかな感触。自分の立ち位置を確かめる。その状態で日常に戻る。特別ではない日々。だが確実に変わっている。静かな時間が流れていく。ニューヨークの夜、自宅へ戻る途中だった。いつもと変わらない時間。その延長にある出来事。だが流れが途切れる。銃声。それだけで終わる。あまりにも突然。何も準備できない。その場で命を落とす。世界がそれを知る。すぐには理解できない。何が起きたのかわからない。ただ事実だけが残る。時間が少し遅れて動き出す。現実として認識される。残されたものを見るしかない。音は止まる。だが完全には消えない。どこかに残る。はっきりとは見えない。だが確かにある。かすかに残る感覚。言葉にならない部分。それが静かに広がる。時間の中で薄れていく。だが途切れない。それが余韻。強くはない。だが長く続く。ふとした瞬間に戻る。理由はない。だが消えない。それだけで十分なのかもしれない。曲が残る。ビートルズ時代の音。ストロベリーフィールズフォーエバー。聞いた時に残る感覚。はっきりしないまま残る。A Day in the Life。音が広がって消えていく。その余韻だけが残る。Imagine。静かに置かれた言葉。押し付けないまま残る。スターティングオーバー。穏やかに戻る感覚。それぞれが違う形。だが一つの流れ。そこに彼はいる。音の中にいる。言葉の中にいる。記憶の中にいる。完全に消えることはない。振り返ると見えてくる。特別な才能だけではない。出会い、選択、環境、それらが重なっている。一つではない。すべてが絡み合う。普通の始まり。だが途中で終わった。小さな違いが積み重なる。それが流れを変えた。転機が訪れ、彼は選び続けた。迷いながら進む。正しいかはわからない。だが止まらなかった。その連続が形になる。一人の人間の記録。完成された物語ではない。途中で終わっている。だがそれでも残る。そこに意味がある。音は消えていく。余韻だけが残るが、それはすぐには消えない。時間の中で形を変えながら続いていく。はっきりとは見えないまま、どこかに止まり続ける。言葉にならない感覚として静かに広がる。誰かの中に残り、ふとした瞬間に浮かび上がる。理由はなくても確かにそこにある。強くはないが長く続くもの。消えたはずの音の後に流れだけが残る。それをどう受け取るかはそれぞれに委ねられる。強くは言わないがそこにあることは消えない。結論は出さないまま静かに置いていく。音楽とともに彼は変化していった。曲ごとに時代と思想が重なっている。その流れが今も続いている。音は消えても余韻は残り続けている。また次回の主役でお会いしましょう。